こんにちは、八千田彩です。今回なんですけれども、今日はちょっとお伝えしたいことがあったので、ちょっと動画を回しているんですけれども、昨今騒がれている有名人に対しての、あられのない嘘の報道であったり、誹謗中傷とか、そういうことで今、あの、苦言を呈している方がたくさんいらっしゃると思うんですけれども、それに対しての自分なりの考えであったりとか、意見っていうところをちょっと話していこうかなと思っております。で、まずこういう話題については、今まで、なるべく話してこなかったんですけれども、あまり明るい話題ではないっていうところもありますし、見たくない人、聞きたくない人っていうのも、絶対いらっしゃると思うんですね。だから、そういう話題はもう聞きたくないよっていう、そういう方もいらっしゃると思うので、そういう方がもしいたら動画を閉じていただいて、今回は羽生くんに対しての、エールっていうところで、その自分の言葉も用意してきたので、そこまで飛ばしていただくか、それか、もう羽生くんの、スケートの動画の URL をちょっと載せさせていただくので、そちらを見ていただいて、羽生くんにエールを送ってくださいっていうところ。あとは、スケートを見て自分も癒されてほしいですっていうところで、まず前置きとさせていただければと思います。はい。で、すいません。ちょっとこれも先にお話ししておくんですけど、なぜこのタイミングで動画にしようと思ったのかっていうところなんですけど、えっと、それは自分の推しである羽生くんが実際にその出来事について言葉にしたからっていうところです。すでに見ている方も多いと思うんですけれども、X、ツイッターですね。旧ツイッターの方で、羽生くんもそれについて、実際に言葉にされていて、これは自分の言葉ですっていう風な形で投稿されていたので、ちょっと自分も、あのお気持ち表明的な感じにはなるんですけれども、それも踏まえて、自分からエールを送りたいっていうので、ちょっと動画にしたっていうところです。はい。で、ちょっと最近の出来事もありますけど、今年をちょっと振り返ってみると、まだ全然自分はね、10月くらいから羽生くんのスケートを見始めたので、それ以前のところはちょっと置いておいてになってしまうんですけど、今年は嬉しいこともいっぱいあったと思うんですけど、悲しいこともあったっていうところで、そう。でも、来年には佐賀公演も控えていて、そう、これから羽生くんは、佐賀公演に向けて最後の調整を行うっていうところになってきているとは思うので、そう、嬉しいことも悲しいこともあったけれども、その佐賀公演はどん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 近づいてきていて、それに対して向き合わなければいけないっていうフェーズに入っていると思うんですよ。なので、その自分の嬉しいこと悲しいことっていう気持ちを置き去りにして、どん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 時間は進んでいってしまうっていうところ。そんな中なので、自分がまず思ったのが、羽生くんには、その悲しい気持ちっていうのを、もうこの2023年の中に閉じ込めてしまってほしい。置いて、置いてほしいっていうところ。そして、気持ちよく年を越してほしいなっていうのをまず思いました。うん。そして、その佐賀公園ではまた気持ちよくスケートをしてほしいなっていうところ思いました。だからこのタイミングで自分も羽生くんに対してエールを送りたいなって思うし、この今から喋る自分の考えとか思いを、言葉にすることで、羽生くんには改めて我々ファンがついているんだよっていうことを、伝えたい。そういう思いでちょっと動画を作ろうと思いました。羽生くんご自身がこの動画を、見ているとは限らないし、全てファンの言葉が実際羽生くんの目に届いているかって言われると、どうしてもね、難しいというところはあるとは思うんですけれども、
でもこの動画に関しては自分が伝えたいと思ったから、ただ一方的に動画にしているっていうところ。そう。自分が伝えたいから伝える。で、動画にするっていうところで、それは自分がこうやって発信をしないと伝わることはないから、形に残しているっていうことですね。はい。うん。で、そうですね、冒頭に話した、なぜあられのない言葉とか、嘘の報道がされてしまうのか、されてしまっているってことに対して自分が思ったことなんですけど、まず、羽生くんに関わらずなんですけど、有名人は、なんでそういう攻撃を受けてしまうのかっていうところをまず考えたんですね。で、まず、その理由としては、有名人は、有名になったきっかけっていうのが絶対あって、それが、多くの人を魅了する存在。それが、羽生くんの場合は、スケートっていうところになると思うんですけど、スケートを通して、みんなに多くの感動を与えてきた存在ですよね。そう。で、多くの人がそれを見て、その見た人の心を動かされたっていうところで、多くの人を魅了してきたと思うんですけど、そう。それはもう注目される存在になっているので、その見る人、羽生くんを見ている人の数が圧倒的に多い状態なんですよね。これが、ファンの数がどうとかではないんですけど、あまり注目されていない存在であれば、そうですね。例えば、ファンが10人だとしましょう。10人だったら、10人が全員いい人だったら、そういうね、あられのない言葉とかっていうのは発生しにくいと思うんですよ。うん。でも、それが見る人が魅了された人、これから見ようと思っている人、注目している人が1万人、10万人、100万人ってこう増えていったら、ポツポツとね、いい見方をしない人っていうのも、そのうち現れると思うんですよ。母数が大きいから。どうしてもみんな同じ目線で見てるわけではなくて、ちょっと良くない見方をしてしまう人、周りのファンにとってあまり良くない見方をする人っていうのは、必ず現れてくる。これはもうしょうがないことだと思うんですよ。で、その周りから見てよく思わない存在、あまりいい押し方をしないファンとかも絶対いると思うんですよね。で、その人もまた注目の的になってしまうんですよ。そう。例えば、ファンがそう、1万人、10万人、100万人って言って、みんな同じ正しい押し方をしてれば、多分そこはこう真っ白い状態、ホワイトな状態だと思うんですけども、そこであまりこう良くない言葉を、心ない言葉をかける人が、こう黒い人が一人ポツっていたら、それはね、一人だけ黒いからどうしてもその人も注目されてしまう。で、その人に対してこうヘイトが集まってしまったりとか、その人自体も注目の的になってしまうっていうこと。そう、これは羽生くんを例にすると、どうしても世界的な活躍をされている人なので、どうしても母数が多い分、そういう人の存在を否定することはできない。そういう人が必ず現れてしまうっていう、まずそこが前提になると思います。そう。もちろんね、有名人のその本人があまりね、良くないことをしてしまったとかだと、その人が叩かれるのは、自業自得だとは思うんですけれども、羽生くんの場合は、別に何もしてないじゃないですか。自分が何か問題を起こしたとか、そういうわけではないし、そう、むしろその逆で、圧倒的にその人々をこう感動をもたらしてきたわけですよね。だから、そもそも攻撃される理由っていうのは何一つないんですよ。そう。何一つないし、そう、なんで攻撃されるんだろうっていう、そういうことを思う人の方が圧倒的に多いとは思うんですけど、その与えてきた感動が圧倒的に大きいがゆえに、人の心をいっぱい動かしてきたがゆえに、その
ポツポツと現れる、その良くない思想の持ち主っていう人に、こう、どうしても注目されてしまうっていうところなんだと思います。うん。で、ここで言えるのが、改めてになるんですけど、その攻撃をする人、ポツポツと現れる、その黒い存在っていうのは、その存在の数っていうのは、その、正しく、こう、押してる人に対しての圧倒的に差が開いているっていうところ、母数が全く違うよねっていうところを主張したいです。その、数が少ない、その黒い存在っていうのは数が少ないんだけれども、周りのね、こう、綺麗に見てる白い存在の人たちとは、色が全く異なってしまう。白と黒で全く違うからこそ目立ってしまうと。これは最近ちょっと、X、ツイッターの方で結構おっと思うのが、自分がこう見てるツイートの中、ポストの中には、もう羽生くんを純粋に応援されている方っていうのが、もう本当に99.99%くらいなんですよね。でたまにその0.01%くらいの割合で、もう本当にたまに、っていう、これはちょっとどういうことを言いたいんだろうみたいな、ってちょっと引っかかるような投稿されてる方もいらっしゃる。で、そう、自分はまだ全然ね、推し始めて数ヶ月なので、深いところまでは理解できてないんだけれども、素人から見ても、やはりそれくらいの差があるんですよね。99.99%と0.01%っていうところ。だから圧倒的に応援をしている人の方が多いよっていうところ。どうしてもその黒い存在っていうのは黒だから目立ってしまうんだけれども、数は圧倒的に差が開いているよっていうところ。これを主張したいです。うん、そう。で、続いて、嘘の報道とか、その誹謗中傷とか、心ない声っていうのが、なぜ、発生するのかっていうところで、これも繰り返しにはなってしまいますが、当の本人がすごい有名人だから、人々に与えてきた感動があまりにも大きいからこそ、注目されてしまう。注目される。うん。でその注目される存在っていうところを利用して、ね、あられもないことを書くと。そうすると、その黒い存在っていうのは、どうしても白の中に対して黒ってすごい目立つので、そこに視線が集まると。で、これが、インターネットの、記事とかにそれをすることによって、PV 数、視聴数ですね。PV 数がどうしても稼げてしまうんですよ。で、そのインターネットの記事は、PV 数が集まるとお金になるんですよね。そう。で、これが、良くない稼ぎ方ですけど、ね、あられもないことを書いて PV 数を増やすっていうのは、誰がどう見てもやってはいけないこと。だけれども、それがお金につながってしまうっていう仕組みがある以上は、それを仕事にする人が現れてくるんですよ。そう。あれがお金になってなかったら、多分誰もやらないはず。やっても得がないから。うん。これがお金になってしまうっていうので、そういう行為をする人が現れる。うん。で、まさにその嘘の報道とか、ね、そういう人はそういうお仕事をされていると思うんですけど、これは全く擁護する気持ちは全くないんですが、仕事としてやってしまっている人たちもいるよっていう、そういう側面はあるよっていう、そういう話です。で、ここで改めて伝えたいのが、その彼らのやっていることは、これは羽生くんに関わらずですけど、有名人とか、それが人でなくても、なんか物とか物事、事象に対して PV を稼げる。これはみんなが見てくれるっていう、PV を稼げるぞっていう、何でもかんでもネタにする仕事なんですよね。でこれはちょっと、ポスト、ツイッターの方に書かせていただいたんですけど、バンプオブチキンの、モーターサイクルっていう歌があって、それの歌詞の中に、
何だってネタにする仕事、敏感と俯瞰の使い分けっていう歌詞が出てくるんですけど、あ、これのことなんだなってちょっと思ったのが、そう、彼らは何でもかんでも敏感に反応して PV を稼ごうとする。みんなに見てもらうために、お金にするために何にでも、敏感になるんですよね。敏感に反応して記事にすると。そうで、それを世間にばらまいて、それを見た人どう思うんだろう。それ言われた本人は傷つくよね。どう思うでしょうねっていうところ。そこまでを感じ取ることは本当にできないんだろうかっていうのを自分は問いたいんですよ、彼らに。で、それを本来は分かってて、ね、分かると思うんですよ。そんなこと言われたら傷つくじゃんっていうのは、そう、分かってるんだろうけど、分からないふりをしている。これが俯瞰。敏感と俯瞰の俯瞰の方だと思うんですよね。そう。だから、まあ本当に分かってないっていうのもあると思うけど、そう、分かった上で、本当にやってんのっていうところ。だから何にでも敏感にネタを集める仕事なんだろうけども、その敏感と俯瞰の使い分けっていうのをしっかりしてくれよっていうのは、思いますね。そう。まあ、分かっててもやってしまうっていうのは、まあ、悲しいことに不寛な人なんだなっていうのは、ちょっと残念ながら思いますよね。だから、まあ、平気でやれちゃうんだろうなっていうのは、思います。そう。で、まあ、彼らはやってることは良くないことなんだけど、それに対して、まあ、なんだろうな、攻撃というか、そう。彼らがやってることは良くないから、そこを叩くっていうのも、まあもちろん気持ちとしてはすごいわかるし、わかるんだけども、自分はあまりそういう目線では見たくなくて、じゃあほったらかしにしていいのかっていうと、そうではないんだけども、じゃあ自分は何を思うのかっていう、その、羽生くん、有名人に対して、まあ、ここでは羽生くんを例に出させていただいてるんですけど、羽生くんに心ない声をかける人、その嘘の情報を流す人たちに対して自分が彼らに伝えたいことを今から話すんですけど、まあ、これを言ったら、おいおい、やちだやと、お前何言ってんだって思われるかもしれないんだけれども、それをよく思わない人もいると思います。いるのを承知で今から話すんですけど、そう。まず自分は、その彼らに対して、彼らもきっと大事な人とか、まあなんだろう、好きな人とかが絶対いると思うんですよ。人間、生きてる以上はそういう存在は、まあ、いるんじゃなかろうかと。それが家族とか、まあ、パートナーとか子供、自分の子供とか、なんでも自分がね、大切に思っている人っていうのはその人にもいるはずなんですよね。じゃあ、その大切な人に向かっても同じことを言えんのかっていう、同じことをできるんですかっていうのを問うと、まあ、多分できないと思うんですよ。そう。だから、ここで自分が伝えたいのは、そう。彼らにも、羽生くんのスケートを見てほしいですね。そう。羽生くんがどんなに素晴らしいことをしてきたのか、現在進行形で素晴らしいことをしているのかっていうのを、彼らにもしっかり見てほしいです。そう。で、見たら、多分そういう心ないことって言えなくなるんじゃないかなって思ってて、なんでこんなにも注目されているのかっていうのを身をもって知ることになると思うんですよ。あ、こんな素晴らしいスケートをされていて、みんなに感動を与えているんだなっていうのを彼らにも分かってほしいっていうのが自分の考えです。うん、そうで、これもちょっと多分おいおいって言われるかもしれないんですけど、あわよくば羽生くんのことを好きになってほしい、彼らも。そう。羽生くんのスケートを見て人間性を知った上で、羽生くんのことを好きになってほしいです。そうすると、ね、自分の大事な人、好きな人に対しては、そういうあられない言葉って言えないじゃないですか、普通は。そう。
だからそういう存在になってほしいんですよ。今までね、その PV 稼ぎとか、そういう良くない黒い存在だった人も白になってしまえばいいんですよ。羽生くんを応援する身として。まあその応援ってそこまでファンになれって言ってるわけじゃないんだけれども、少しでもいいからスケートを見て、その羽生くんという人間を知ってほしいんですよ。そうすることによって、自分はね、そういうこと、心のないことを言えないなって感じると思うんですよね。そう。あまり羽生くんのことを知らないから、そういうことをできるんで、やってしまってるんじゃないかなと思ってて、羽生くんのことをちゃんと分かってくれれば、心のないことって普通は言えないよねって自分は思うんですよね。そう。そして、そういうお仕事をされている方に対しては、その世間のためになる情報を、これから発信していってほしいなと思いますし、長い目で見ても、そういうクリーンなお仕事をされた方が、まあね、自分にとってもいいと思うし、いい仕事してるって思えるんじゃないかなって、思いますね。そう。これは本当に自分の一個人としての考えなので、羽生くんのファンの方々がみんなこう思ってるよとかそういう話ではないんですけども、自分はそういう目線でちょっと見ているっていうところです。はい。そして、最後になるんですけども、これは個人的に羽生くんに伝えたいことを今から話すんですけど、そう。さっきも冒頭で話した通り、羽生くんは今回言葉にしたんですよ。うん。これは彼の、公式の Twitter、X を見ていただければわかるんですけど、自分の言葉ですっていう形で投稿されている。そう。で、これは羽生くんが自身で感じた、その嫌な気持ちとか、もやっとしてる気持ち、それをちょっと言葉として出したっていうところだと思うんですけれども、その、嘘の報道とか、その心ない言葉に対するもやっとした感情は、本当に100%自分は理解することができなくて、当の本人にしか100%わからないかもしれない。だけれども、自分たちはね、羽生くんがどれだけ、どれだけの人に感動を与えてきたのかっていう事実を知ってるじゃないですか。そう。どれだけの人が羽生くんを注目しているんだっていうのを自分たちは知っているので、それはもう事実なんですよ。羽生くんの心の内容を全て理解することはできなくても、どれだけ人を魅了してきたっていう事実はまずありますと。だから、その一部の黒い存在、心のない言葉っていうのは、そのさっきの事実に対して、その大きさが違いすぎるんですよ。これちょっと伝わりづらい部分だと思うんですけど、羽生くんが思ってたそのもやっとした気持ち、その黒い点、一つの一部の黒い存在に対するもやっとした気持ちっていうのは、その我々が羽生くんを応援したい、そのたくさんの人を魅了してきたっていう事実とか、羽生くんを応援したいっていう存在に対してのその大きさの差があまりにも違いすぎるんですよ。そうだからそう羽生くんに対しての愛情に比べたら、そのもやっとした気持ちでさえもだいぶ小さいものなんだと思います。だから安心してほしいですね。うん。そう安心してほしい。我々が羽生くんに思う気持ち、そのエネルギーに比べたら、そんな負の感情なんてもう本当に小さいものです。そう羽生くんは気軽にね、会いに行けるような存在ではないんだけれど、だけど、彼はね、スケートを通して自分たちに、自分たちの心の中にこう入ってきてくれて、またはその言葉を通じて我々の心と心でつながってると思うんですよ。物理的に距離は離れてるけれども、
スケートを見たりとか、彼の言葉っていうところでこう身近に自分の心の中で感じることができる、そういう存在だと思っています。そう、物理的に距離は近くないけれども、心で通じ合ってると思っています。だからね、これは前回もちょっと言ったんですけど、俺たちは仲間だよねっていう、俺たちは仲間だから安心しろっていうので抱きしめてやりたいですよね。そう、ここで、ちょっと自分がね、よく好きな歌の歌詞をポン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 出すんですけど、バンプ・オブ・チキンの新世界っていう曲があって、その中には、どんなに遠く離れていても宇宙ごと抱きしめるよっていう歌詞があるんですよ。もう本当にこういう状態ですよね。距離は離れているんだけれども、そう宇宙でつながってるから宇宙ごと抱きしめれば心と心の距離感はね近いじゃんっていう、そうだから安心してくださいっていう、そうちょっとね、自分の口が下手くそなんでなかなか自分の思ってることを伝わってるかわからないけれども、そうだから安心してほしいですね。そう宇宙ごと抱きしめるから安心してっていうところ、そうだからね、これ最後になるんですけど、そのさっきのもやっとした感情とか黒い存在っていうところ、それに対する気持ちはもう2023年あと数日で終わっちゃうので、そこに置いといて、そうで気持ちよく年を越しましょう。そうで今はこの次のね年明けに、佐賀公演待っていると思うので、そこに向けて気持ちよく羽生くんがスケートをまた向き合えるように、そうどうかね羽生くんがスケートに集中できるように心から祈っていますっていうところです。はい、ちょっと思いついたことバーって話しちゃったんで、ところどころあれっていう部分はあると思うんですけども、そうこの動画がね羽生くんに100%届くとは思ってないけれども、話したいから一方的に話したっていう動画になるんですけれども、うん、全ては羽生くんに対しての応援、エールっていうところでこの動画を作っているので、途中ねあまりこうその考えは納得できない、こうそこまでは自分は思えないっていう、共感できないって思った方もいらっしゃると思うんですけれども、自分は応援したい気持ちでこの動画を作ったっていうところでご理解いただければと思います。はい、本日はちょっとまとまらない感じになっちゃったんですけれども、以上とさせていただければと思います。はい、続いては、ちょっと来年になってしまいますね。来年になっちゃうんですけれども、ギフトの絵本の自分の感想と考察動画を出したいと思っているので、また次回の動画までお待ちいただければと思います。はい、ありがとうございます。八千田彩でした。